80テラでぶん殴る。こんにちは。80テラバイト分の HDD を購入したトバログです。今回はですね、ちょっと整理整頓収納のデジタル版っていうところで80テラバイト分のハードディスクと NAS を導入して半年が経った感想を紹介していこうと思います。実はこの動画の大半は半年以上前に撮っていたんですけど、もう少し使い込んでからじゃないと感想難しいなっていうところでちょっとね寝かせてたんですが、最近ちょっと半導体とかでやっぱりメモリーとかストレージの価格もすごい上がっていたっていうねタイミングで、これは今後サブスクも上がるんじゃないかっていう見込みなので NAS の需要が高まりそうだからちょっと動画を撮っていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでまずはトバログのストレージ事情ですね。結構いろいろなストレージをこんな感じで使い分けしているんですが、主に整理すると、こういうフローですかね。基本的には3つに分かれていて、動画を撮ったり写真を撮った時に保存するためのストレージ SD カードとか SSD があります。で、作業をするためのストレージ、あんまりいろいろなストレージに分けすぎるとデータが散らばってしまうので、基本的には MacBook の 4TB と外付けのね 8TB の SSD、この 12TB 分で基本的には現在進行の作業は行っているっていう感じで、 MacBook は持ち出すので盗難とか水没のリスクもあるから、外付けの SSD8TB 分のやつにね、2つに分けてバックアップを取っているっていう感じですかね。あとはサムネイルで使うデータ、画像とかロゴとかフォントとかそういうものは Lightroom CC だったり Figma だったりで一括管理しているので、クラウドで同期するようにしています。動画ファイルはクラウドだとサイズが大きすぎるのでちょっと難しいんですよね。で、ほぼほぼ使うことがないデータだったりタイアップとか容量がすごく大きくなりがちなデータは最終保管場所としてやっぱり NAS みたいなね、もうここに入れとけばもう何でも入るみたいな、そういう場所がやっぱり必要なんですね。これまではこの間動画で紹介した 14TB の NAS で事足りてたんですが、やっぱりね広告のタイアップで前に使った過去動画とかそういうのを保管していくと14テラでも全然容量足りなくなってくるんですよね。で、そのデータを細かく 8TB の SSD×4 みたいなのに振り分けてたんですが、どのデータがどこに入ってるか本当に分かんなくなってきちゃったので、今回大容量の NAS を1つ作ってここにもう全部保管してしまおうっていうのが、今回の動画の目的となります。よいしょよいしょ、ズズ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 ン。はい、早速構築していくんですけども、今回使っていく NAS は、YouTube でも結構取り上げられていておなじみだと思うんですが、 DXP4800 プラスっていう 4bay のモデルです。これとこの横にあるのがハードディスクっていう感じですね。それぞれどういう感じなのか紹介していきます。結構ねハードディスク選びも悩んだんですけど、今回購入したのは C ゲートの 20TB のモデルのハードディスクです。これめちゃくちゃ容量大きいですよね。 SSD でこの容量を用意しようとするとめちゃくちゃ高くなると思うんですが、ハードディスクで、今回ねちょっとセールやっていて73,000円っていう感じだったので、それだったら買ってみるかっていうところで思い切ってこの C ゲート 20TB にしてみました。今までもね C ゲートのハードディスク使ってきたんですけど、特にね問題もなく使えているし、かつこれはアイアンウルフプロっていうやつで連続でねずっと使い続けても大丈夫な高耐久の NAS 向けのモデルなので、今回若干高めではあるんですけどこれにしてみたっていう感じです。本当はウエスタンデジタルのレッドプロっていうやつにしようと思ってたんですが、なかなかタイムセールだと一瞬で在庫が売り切れてしまったりとか、欲しい容量のものが手に入らないというところで今回はアイアンウルフプロにしてみました。ちなみにハードディスクも本当に小さい容量のものから NAS 向けの大容量のものまでたくさんあるんですが、今回は20テラっていう、一番価格と容量のバランスが良さそうなものを選んでいます。本当はね30テラっていうモデルがあって、それを使うと120テラで構築できるからいいなと思ったんですが、ちょっと価格的にもねなかなか高いかなっていうのと、今のところ僕の全体容量使っても 2,30 テラバイトだろうっていうところから今回はちょっと20テラにしています。で、これはもう YouTube では嫌というほど皆さん見ているかもしれないんですけども、ユーグリーンの NAS ですね。本当に話題になって確か15
10億円ぐらいねクラウドファンディングで、集めたらしくて、クラウドファンディング史上最高額っていう風に言われているようなんですが、このユーグリーンの日本の代理店の人かなと結構仲良くさせてもらっていて、そこにトバログさんはどういう使い方するんですかっていう感じで、ちょっとね1個提供いただいていたものがあって、半年以上前でずっとねもう埃かぶるほど眠らせていたんですけど、これまだ使ってないんですが良さそうだなと思う点としては、こうね見てもらえば分かるんですが、一番やっぱここですね。ここポートにこれ SD カードリーダーがあったり、あとこの USB3.2 とか USB-C ポートが備わっていて、ここのインターフェースから直接バックアップ取ったりがしやすそうだなっていうところがまず良さそうなポイントですね。で結構 NAS って、10GB イーサネットに対応させるには別途ねなんかモジュールみたいなの買って組み込んだりしなきゃいけないらしいんですが、これは最初から LAN ポートに確か 10GB のイーサネットポートが備わってるはずです。これ 10GB でしょ。でこれが 2.5GB なので、ハードディスクで運用するだけだったらこっちで全然十分なんですが、 10GB があることで、ハードディスクじゃなくてもこういう SSD を4枚挿して、16テラのストレージとして運用するとか、そういうこともできるみたいです。一応 NAS なんですけど、家にいる時は有線 LAN でこの 10GB からこうね自作 PC とか Mac とかとつないで使いたいなっていうのはあるので、ここがねやっぱ嬉しいなって思うポイントです。正直自分で買おうかなとは思っていたんですけど、提供してもらったっていうところで、今回はねこのストレージだけを自分で購入したって感じですね。よいしょよいしょ、ズン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 。はい、じゃあちょっと画角が変わってこういう感じです。まずは電源を入れていくんですけど、 AC はでかい。さすがにでかいです。結構なんか強めの CPU とか積んでるし、ハードディスクそもそもね物理的にガリガリ回転するものなのでしょうがないのかなとは思うんですけど、結構でかめですね。で電源は待って、電源このパターンだ。電源がちょっと海外っぽいパターンだ。これどうしよう。この電源あるかな。いやありました。アンカーのこれがこのタイプでしたね。いやー危なかった。これなかったら本当にもうどうしようもなかったな。買いに行くしかなかったんで、もうこれは一家に一台ですね。3D プリンターもちなみにこの形だったので良かったです。一応ねこの下にね M2 のストレージを入れてキャッシュ専用みたいにしたりとか、あとメモリ追加とかできるらしいんですけど、とりあえず一旦このままでやってみようと思います。開封。いや重量感すごいね。やっぱハードディスクってむき出しですね。なんかカシッとやってこのままこうスライドさせていく感じで、あとは気持ちがいい。よし、じゃあこれでいいんじゃないでしょうか。続いてルーターと接続ができる 10GB イーサネットのポートにこれをガシッと、一応こんな感じで同じネットワーク上にあるので、これが出てきた。登録。どうしよう。手放すとかにしようか。手放す。はい、というわけでアップデートとかいくつか完了しながらもこんな感じで今進めている状況です。なんかデスクトップがちゃんとあってすごい。ストレージをねまずは作っていかなきゃいけなくて、それぞれちゃんと載ってますね。これを全部選択してレイド5にしたい。レイド5にしていく。はい、出ました。このレイドという概念なんですが、レイド0っていうのが普通に実質容量そのまま丸ごと使えるっていうやつで、70テラ分のね、72テラ分使えますよっていうやつで、レイド1はこれ 18.1 しか使えないんだな。なんか36使えると思ってたけどこっちか。一応ねこの1つに対して1オブ1みたいな、なんか2つのハードディスクに同じデータをコピーするっていうイメージですね。で、レイド5がなんか3つのストレージにコピーできるんだけど、1つは
でレイドがなんかね、1つのストレージはもうバックアップ用として完全に使います。で残りの3台をねちゃんとこれで運用していくから、1つのハードディスク壊れてもまたハードディスク交換すればいいよっていう、一気に2個とか壊れたらちょっと危ないよみたいなやつだったような気がします。これどうしようかな。8テラとか10テラ分だけ MacBook とかのバックアップにしてもいいのかなとか思っていて、その辺もちょっと悩めますね。ハードディスク、それはもうハードディスクじゃなくて SSD でやろう。これ丸ごとストレージとして使います。もう YouTube 動画専用、完全もう仕事ゴリゴリと今フォーマットをしているところです。こいつが結構動くね、やっぱ。はい、物理的なね NAS とか、ハードディスクの1個の悩みはこれですね。この音、こんな感じ。結構ねガリガリとも物理的に書き込んでいくスタイルなので、音がね小さくなったものとはいえこんな感じで結構音は鳴ります。なので、普段寝てるところとかワンルーム 1K とかの家だとちょっときついかも。あとファンで結構ね熱風が割とこう出てくるので、なんか倉庫とかちょっとね普段の住まいとは違うところに置いとくといいのかなみたいな、そういう感じですね。今はストレージを同期中です。54TB のストレージとして使えるようになりました。いやありがたいわ。で個人フォルダの中に過去の YouTube 動画とかそういう感じで、ファイルを作ればいいって感じですかね。新しいフォルダ。はい、というわけで NAS をね実際に使い始めてから2日が経ちました。頑張ってね今いろんなところに散らばってたデータたちをこの、NAS にね移行するために今 PC で接続してゴリゴリたくさんね、輸送しています。どんな感じかっていうと、こんな感じでゴリゴリとプロジェクトファイルたちをガーッと2日間かけて移行してます。すごいこの量がね今までいろんなとこに散らばってたんで、すごいこれにねまとめられるのはかなり快適ですね。はい、今こんな感じでデータを移してるんですが、結構早くないですか？200ぐらい出てんだけど、そこそこ早い気がする。もうこれ有線接続してないのに200ぐらい出てるっていうのはなかなか使い勝手が良さそうですね。YouTube のねこうやってデータを見ていくとちゃんとこういうデータが入っていて、中のデータとかはなんか専用のビューワーみたいなのが出てきて、これで見ることができるっていう感じです。ハードディスクだけ普通に 4K データとかもね見れる感じですかね。これで完成データクラウドにあるって思うと普通に速くて使いやすいと思います。こんな感じで速度も、大体ほんと YouTube っぽい。メモリーが8があって CPU が12世代のそこそこ強いペンティウムとかだったかなを積んでいるので、動画編集とかも意外と動画の視聴とかもできるみたいなのは見ましたね。でもちろん NAS でクラウドストレージ的にも使えるので、こんな感じでねスマホ側からこのファイルとかに直接アクセスしていくっていうことも可能ですね。あんまりこれで使うことはないんだけど、外でパソコンとかでなんかこういうサムネ欲しいなみたいな時とか、データちょっとこの動画で使いたいなみたいな時にこういうデータをパチッとね引っ張ってきてファイルエクスプローラーに移して、でそれでこう使っていくみたいな、そういう流れの使い方になるかなみたいな感じです。画像とか読み込みはもうほんとサクッといけますね。こんな感じで多分写真とかいろいろ入れていくと AI がね自動で顔認識して、それでタグ付けみたいのしてくれるから、iCloud みたいな感じで家族で共有しながら家族の写真とかをこの中にバンバン家族で全員ねそれぞれのスマホで撮ったやつ入れてって共有していくみたいな使い方もできるっぽいですね。この辺ちょっともう少し使っていかないとって感じかな。こんな感じでゴリゴリ書き出していて、現在 8.4TB ぐらいのデータが移行できてる感じですね。このねデータ移行が結構時間かかるんで、どのストレージ使ってもそうだと思うんですけど、その辺は一旦ちょっと引っ越しみたいなイメージです。
はい、というわけで開封設置からすでに半年以上が経った状態なんですが、せっかくなので長期使った感想とかをまとめていきたいと思います。やっぱ80テラあるってめちゃくちゃいいですね。レイド5っていう形式でね保存しているので、実際に使えるのは50数テラなんですけど、やっぱりこの膨大な保存領域がいつでも手元にあってすぐアクセスできるっていうのがめちゃくちゃ助かってます。今まで NAS が14テラでこれで足りなくなっちゃったから8テラバイトの SSD4 つぐらいをね使い分けながら、こっちちょっとデータ満杯だからこっちに移そうとか、細かいそういうのを動画を撮るたびにやってたんですけど、これ現状たんまり空き容量があるというところで一旦 NAS にとりあえず入れとくかで、あらゆることが解決するのがめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、実際半年経ってどのぐらい容量使ったのかっていうと、じゃん、まだ 12.8 テラバイトしか使っていません。まだまだ余裕あっていい。これはねこっち側の14テラ分のデータまだ移行していないからっていうのもあるんですが、基本的にはね、動画を書き出して、その動画を保存するという形なので、1動画あたりだいたい30ギガぐらいに収まってるんですよね。かつタイアップの動画もだいたい500ギガバイトから1テラバイトぐらいの間なので、そのデータを丸々ここにパコッと入れているっていう感じです。思ってたより使ってる容量は少なめではあるんですけど、これは実はねこういう 8TB の SSD、 これ中パンパンだったやつをこっちに移して、でこれが空の状態からまたね使い始めているので、これがもうそろそろ満杯になるからこれをこっちにまた移行するみたいな、そういう感じの流れなので、最終保管場所として NAS がしっかりあるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。でファイル構成はどうなってるかっていうと、基本的にはYouTube の過去動画のデータとか、あと仕事関連タイアップで作らせてもらったやつの全てのデータがこの中に入っているみたいなところだったり、ルームツアーとかそういうのは分けていたり、 Vlog とかショートも分けて、ファイルをね使う時に取り出すくするような構成でいます。で最近 AirDrop がね Pixel にも対応したんであんまり使わなくなったんですが、この AirDrop 代わりに一旦ここにバコッといろんなデータを移してスマホとか他のパソコン Windows とか Android、iPhone で取り出せるようにねこういうフォルダ作ってみたりとか、そういう使い方をしてましたね。で今見てるのが Ugreen NAS のこのアプリ上なんですけど、ここからだとやっぱちょっと使いづらいんですよ。こういう感じで、プレビューとかは一応専用のアプリプレイヤーがねこうやって動くんですが、クイックルックとか Mac のスペースを押してクイックルックとかには対応してないので、僕は基本的にこのファイルエクスプローラーで NAS にねログインするようにしていて、このファイルエクスプローラー上で見るようにしています。そうするとこんな感じでいつもの Mac のね画面みたいな感じで見ることができて、本当にこのクイックルックでサクサクと写真とか動画とかもこうやってねこんな感じでスペースバーを押すだけでしっかりこの中にある動画もサクサク飛ばしながらしっかりと見ることができるので、基本はこの使い方かなって感じ。データのバックアップを取るときにもドラッグ&ドロップをするし、このね SSD の中にあるデータを NAS に移動するときもこのファイルエクスプローラー上でできるので、これで見るのが一番いいかなと思います。設定が面倒なんですけど、一応触れておくとコントロールパネルを開いて、どこだっけ、ファイルサービスから SMB っていう項目があるので、この SMB サービスを有効にするをオンにする。でデバイス接続に移動して、こういうところにねこの URL みたいなサーバーへの接続先が載っているので、これをコピーするんですね。でその後 Finder のこのメニューの移動からサーバーへ接続で、ここにさっきのアドレスをこうやってコピーして接続にすると、こんな感じで接続のね画面が出ます。接続を押すとこういう感じのウィンドウが出るので、基本的には Ugreen NAS のログインの名前とあとパスワードをね入力すれば、そのままこんな感じでパーソナルフォルダ、YouTube 動画みたいな感じでこうやってね NAS に気軽にアクセスすることができるようになります。
で転送速度の話なんですが、もちろんね SSD よりはかなり遅めなんですけど、だいたいこうなんか送受信でいうと 200MB ぐらいは出てる感じがします。でこの SMB 接続っていうのだと若干ちょっと遅くなるらしいんですけど、ファイルのね速度を測ってみるとこんな感じですね。ある程度は許容範囲というか、クラウドに大容量の動画を置いておくよりもかなり早くねファイルのやり取りができるので、その辺は嬉しいですね。でも例えばこれ動画編集の画面なんですが、ここからね直接この NAS にアクセスして、あの時のなんかデータちょっと使いたいなみたいな時あるじゃないですか。そういう時に例えばこんな感じでアクセスをして、このサムネみたいな感じでこうやって開いて、そのまま、動画で使うためにねこうやって載せて使うっていうのもできます。でこれはねあんまりおすすめできないんですけど、一応こうやってね動画ファイルも読み込んでこうやってタイムラインに載せるみたいなことができますね。こんな感じで意外とねこういう風にサクサク飛ばしながら、ここが欲しかったんだよねみたいなのとかをこうやって、切り出してタイムライン上に動画を設置していく、 B ロールにするみたいなのとかもできないことはないかなと思います。ただ読み込みの時に若干こうカクついたりとか、2倍速再生4倍速再生とかしていくとちょっとね大変なところもあるので、基本は MacBook とか SSD にデータを移してから使うのが基本なんですが、動画の書き出しの時にもねそんなに影響がないので、簡単なものだったら NAS の中にある状態からこういう風に呼び出して使うとかも、僕はできそうな感じでしたね。あと実際に導入してみて良かったところは、最初にね初期費用をしっかり払ってしまえば、あとは固定費でね運用できるっていうところですかね。結構クラウドストレージ最初使ってたんですけど、やっぱり料金もすごく変動してきてしまうし、Google One とかもね確か 30TB の契約にすると月額18,000円とかだったかな、結構そのぐらいしてくるので、2年間運用するって考えるとこの NAS の導入費用を軽く上回ってしまうんですよね。かつ今ってやっぱメモリーとか SSD とか半導体系がね結構高騰していたっていうこともあって、自分で NAS を用意するのももちろんそうなんですが、クラウドストレージのデータセンターを構築するためにもやっぱりそういう半導体の影響ってかなり出てくるので、現状の金額よりもどんどん基本的に上がっていくものだと思ってます。そこがね固定金利じゃなくて変動性の金利みたいな感じでどんどんね、コストが変わっていくってなると、やっぱり動画みたいに大容量のファイルを扱うってなると、ローカル保存でこうやって取り回しがしやすくて、かつ初期費用の導入だけで基本的にはね、成り立ってしまうこの NAS があるっていうのはすごく安心感がありますね。特にクラウドストレージ1回預けて料金がバカーンって上がった時に、じゃあやめるかってなってね全部引き出すのもすごく大変なので、そういうところも含めてローカル保存しておけるっていうのは熱いですね。1個ね、注意点としてはやっぱりデータの全てがここにあるので、災害とか、破損リスクは少なからずあるかなと思います。例えば地震が起きてここのラックが倒れてね物理的にハードディスクが粉々になっちゃうとか、ここで水没して水の中に沈んで読み込めなくなっちゃうとか、ハードディスクがねもちろん壊れてしまうとか、そういうリスクもあるにはあるっていう感じです。一応ねバックアップも取ってるし、災害とかになったらもうこの部屋全体がね沈んでしまうという形なので、そうそうないかなって踏んでの、NAS 導入って感じかな。はい、というわけで今回はトバログのストレージ事情と称しまして、実際にこの 80TB の NAS を導入してみたっていう動画を撮ってみました。結構ねこれからこのクラウドストレージもどうなっていくかわからないし、自分のデータは自分で持っておきたいっていうね、自分の命綱は自分で握っておきたいみたいなタイプなので、個人的にはやっぱりこの NAS みたいに大きな容量を扱うっていうところだとかなり安心感を感じています。で実際のね Ugreen のこの NAS、使用感としてもすごくいいし、アプリとかもねすごい接続とかしやすくて使いやすい、しかも頻繁にアップデートも入っているので、その辺も含めて結構ね、信頼性はあるかなっていう感じですかね。今回は YouTube 動画を保存するっていう意味でかなり大容量なものだったんですけど、実は直近でもね、別の Ugreen のちっちゃくて3万円台ぐらいで買える NAS を紹介して
いくっていうね動画を撮るので、そこではちょっと家族向けというか、もう少し容量は小さい低価格入門編みたいな感じの動画も撮っていこうと思っています。はい、というわけで、この動画気に入っていただけた方はチャンネル登録と、高評価とかコメントよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。